ご視聴ありがとうございます。今回は今年紹介しました道具で良かったものを総集編的にご紹介。前後編に分けて紹介していきたいと思っています。1つ目、ベラのポケットセット。グリップの部分にビット収納を備えたラチェットハンドルです。全長は 130mm ちょっと、M6、M8 くらいまでの小さめなネジに対応する道具です。お尻部分を引き出すとビット収納が現れます。容量は 25mm ビットが12本。収納部分はブラブラとスイングをしまして、ビットの出し入れがしやすかったり、おかげで収納部分の壊れにくさにつながっています。ヘッドがこちら、便利なロック付きスイベルとなってます。ギア数は72枚。ビットのみではなく8分の3のソケットも使えます。ソケットはマグネットで保持。がっちりは止まりません。ディープは強く振ったら落ちてしまいますが、反対の見方をすれば付け外しはとても楽に行えます。ヘッドの角度は90度、75度、0度の3段階で使えます。ロックは勝手にかかるタイプで、フリーの状態で使えないこともないですが、このロックレバーを引きっぱなしにしなければならず、何かここに挟めばフリーでも使えそうですが、私は必要性を感じておりませんので、特に何もせず使っています。実用面でとても気に入っている製品です。オートバイの整備、作業始めは大抵これ持つ印象があるっすね。ビットをつけたらヘッドを横にしてネジを緩めてシームレスに立てて早回し。スイベルで不満の出やすい切り替えダイヤルも扱いやすくていい感じです。ダイヤルのエッジがしっかりと立っていまして、手がオイルにまみれていても滑ってしまうことはなく回しやすいです。これ樹脂かと思ってたんですけど、アルミかな、金属製なのでたわんで回しにくいということもありません。首のロックレバーは左右というか表裏対称で、どんな状況でも確実な操作が可能。ビット収納の高い汎用性を持ちまして、かなり使いやすい道具です。収納を兼ねるグリップの剛性不足は心配でしたが、このサイズでかけるトルクなら問題はなく、すごくたわんだり潰れてしまうような印象はありません。今年手に入れた中で一番回数使っていると感じる道具ですね。ただ本当に実用的な部分の魅力のみって感じ。それ以外の部分での満足というのは決して多くはありません。品質はよくしっかりとした製品だと感じてはいますが、何というのか色気がないと言いますか、グッとくるような作り込みの部分だったりは見つけることはできておらず、デザインは個人的な好みとは正反対ですし、ヘッドが分解不可、メンテナンスが難しいというのも好きではないところです。ダメになったらヘッドごと交換するタイプ。所有欲とか満足感とかそういった部分はあまり満たしてくれなかったですね。一生ものという感じは持てないというのが少し残念には感じています。このポケットセット、流行りそうな道具と感じていたのですが、工具屋さんに聞いたところ、売れ行きはちょっといまいちらしく、為替から来る値段がその要因か、時期が悪かったかなとは思いました。ベラのポケットセット、好きな道具です。用途に合いそうでしたらお試しください。2つ目、クニペックスのホース用パイプカッター9010185の SB。ホースをきれいに切るための道具です。見た目からこの通り分かりやすい道具です。この大きな刃でホースをサクッとカットすることができます。全長は 185mm、重量が 175g。内部にスプリングが入っていまして、ノーマルオープンとなります。持ち運びや収納に便利なロックレバー付き。対応するホースサイズは4から 20mm。V 溝にホースを置いて、あとはグリップを握り込むだけです。力はいらず簡単にきれいにホースを切断することができます。この道具、切った時の感覚が本当に良いのです。切り口がきれいに仕上がる道具は他にもありますが、本当にサクッというのかザクッと表すのが適当か、すっぱり切れてる感覚が手に伝わってきます。ここまで操作感の良いカッターというのはなかなか珍しいのではと感じています。柔らかめ、ゴムとかシリコンホースとか切るのに向いてるっすね。替え刃も売っていまして、一生ものとなってくれる道具でしょう。デメリットは値段っすかね。ホース切るためだけの道具にこのお値段。頻繁にホース切る方にはぜひおすすめしたいのですが、たまにしかホース切らないって場合はこの値段だとちょっとおすすめするのは難しく、
クニペックス好きな方しか試してくれないっすよね。使用感は素晴らしい道具なんすけど、こだわり派、円数さん向けな道具と言わざるを得ません。クニペックスのホースカッター、本当に使用感の素晴らしい道具です。もしサンプル実機あればぜひ試してみていただきたいですね。機会がございましたら手に取られてみてください。3つ目、スナップオンのベントフレックスラチェットハンドル。来年は新型が出るとされるスナップオンの小判ラチェットシリーズデュアル80の1製品ですが、モデル末期のこれを今年購入しました。もともとずっと欲しかったアイテム。しかし昨今の急激な円安やインフレで値段が跳ね上がり、もう買えないかなと思っていたのですが、馴染みのお店で長期在庫品が昔の値段で残っているのを発見しまして、飛びつき買いして手に入れることができました。ハンドルに角度のついたフレックスラチェットです。この形は点火プラグラチェットなんて言われることもあり、実際使ってみますと確かにそういった用途に使いやすいです。変な形なんですけど、なんでか良い位置、角度にハンドルを持ってこれる印象があります。ハンドルの角度から障害をかわせたり、長めなソケットとの相性がいいっすね。メインで使うラチェットの1本となっています。もう1点、このラチェットの特徴として、環境は選びますが早回しがしやすいです。緩めた後に首を90度に立てて両手でぐるぐるぐるっと回せます。慣れると普通のフレックスよりも楽に早く回せます。様々箇所で使えて早回しもいける。形は一風変わっていますが扱いやすい道具となってます。ネガに感じる点としてはソケットの抜き差しのしにくさです。これスナップオンラチェットの特徴なのですが、ソケットがえらいがっちりつきますので、特に取り外しで苦労することがあるっすね。解決策として、ボール部分にピンポンチ当ててハンマーで小突くと少し弱くなるなんて先人の知恵もありまして、この硬さに我慢できなくなったら試してみようと思っています。ソケットを不意に置いてこないというメリットはありますが、デメリットにも感じるレベルにはめ合いは硬いですね。スナップオンのベントフレックスラチェットハンドル。変わった形の道具ですが、用途が限定される感じはなく、通常使用にも使いやすい製品です。来年出るとされる新型ラチェット F100 シリーズはヘッドがコンパクトになるのが特徴とされますので、それに魅力を感じる場合は新型が登場するまで待っても良いかと思います。また代替わりに合わせてこのデュアル80、旧型のセールも期待できそう。興味がございましたらご検討ください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。